バストに主に使うクリームになるんですけど、厚みも結構あって、窃盗団の方からいただいたシャネルの3日目の夜です。明日のお昼過ぎにチェックアウトして、明日の夕方に帰るような形になります。香港2日間のイベント、初日がリアルイベント、作品とかグッズとか持ってきていただいて、サインしたりおしゃべりしたり写真撮ったり、2日目本日はオフ会の方楽しませていただきました。夕方の本当に7時ぐらいから火鍋食べてて、その辛いの全然平気だ。平気ではないですけど、美味しい。最近辛いの食べれるようになったんですよね。オッケー。そうそう、何も感じなくなって。やば。結局今が0時39分。はい、こんな感じ。0時39分になってます。じゃあ明日帰るだけだってなって、今日あとお風呂入って寝て、ギリギリまで寝たいからこそ今パッキングの動画を撮りたいと思います。瀬戸勘がいつも海外に行く時に何を持ってっているのか、どんな風にまとめているのかなどなど、おすすめのものも紹介しながらしていきたいと思います。はい、ではやっていこうと思います。まずね、基本のこういうパジャマとか日常の着替え、今回はオフ会もあって私服衣装があったので荷物が結構多めになってます。あとこれもね、私パジャマ2組持ってきました。香港の気温の感じが分かんなくて、寒いのか暑いのか分かんなかったから、半袖ベースのものとちょっとパーカーっぽいものを持ってきました。こっちはジェラピケなんだけど、こっちはねナイキのやつになります。私のパジャマセットはこんな感じです。これね、まずモコモコの靴下、着圧ソックス、タイツのもあるんだけど、私はソックスが楽で好きです。飛行機移動がイベントとかの当日にある時はソックスの方がね着脱がしやすいっていうのと、飛行機で絶対履きます。でこれがめちゃめちゃおすすめで、これなんだろうって思うじゃん。こうやってやってここの穴が開いてるの耳にかけて、ネットで買ったんですけど思った以上に良くて、こうやって上げるじゃん。寝てる時にこうやってつけると、マスク代わりになる、加湿にもなるし、肌が枕に擦れないっていうところがとっても良くて、これで寝てます。でもね、起きたらだいたいこうなってる。多分息苦しいんだと思うそんな感じで使ってます。で睡眠グッズといえばここが必需品かな。これメグリズム。これはもうファンの皆さんにいっぱい箱でいただいたりしてるやつなんですけど、台湾の YouTube でも言ってるんだけど、遠征の時にやっぱその寝る時とか光が気になったり寝つけなかったりっていう時にこれつけて上向いて深呼吸してるとだいたい夢の中です。これがちょっと移動の時に小腹空いた時に食べるザクロかなんかのゼリーなんですよ。ダイエットにいいっぽくて、これよく持ち歩いてます。だから飛行機の時はこの食べ物とこういう潤い系のマスクとメグリズム入れたやつをこうやってジップロックに入れて、あとこれね、事件があったプロポリンス、洗香剤です。私が大好きな洗香剤。これで空港セットとしていつも手提げのバッグに入れてます。寝る時につける、今使いかけなんですけど、休息時間のツボがついてる方、
これが結構そのむくみに良かったり足の疲れが長引かないのでおすすめです。このスリッパ、ホテルにスリッパがあったりなかったりっていうのは場所それぞれなので、念のため1個持ち歩いてます。だいたい私ホテルの入り口でお靴脱いで、基本ホテル内はスリッパで行動したいタイプなので、こんな感じで一応1個だけ持ち歩いてます。テスコムの自動電圧変換機能付きのお気に入りのお手頃サイズのこのドライヤー、これはもう完全におすすめで、ずっと海外では持ち歩いてるコテとかストレートアイロンです。完全メイクさんの時はいいんだけど、前後移動日の時に前髪やりたいよとか、ちょっとヘアアレンジやりたいよとか、時には自分で準備することもあるので、そのために持って行ってます。でこれが大事、アース押すだけのマット、これをねこうやってシュッてやって、気分ではあるんだけど、やっぱ場所によって、特にね今までだとバリとかだとビラのところの部屋だったので結構虫が多くて、そういう時に便利でした。これはもう本当にお洋服洗えない時とかに便利なの、ファブリーズね、私の大好きなファブリーズもう持ち歩いて乱用してます。あとこのコンセントセットですね。まず延長コード、海外のホテルって枕元に絶対にそのコンセントがないの。日本のホテルはあるんだけどね、海外のホテルってなかなかなくて、やっぱそのデスクとかテレビの付近にコンセントがあるので、こういう延長コードで引っ張ってきてあげて、寝るギリギリまで携帯をチェックできるようにしてあげたりしてます。あとこれ大事、BOSEの確かにマイクロスピーカーみたいな感じだったと思います。私音楽絶対必要民なので、朝も夜もちょっとお風呂とかも入る時にこれで音楽流して、ルンルン過ごしております。朝とかね、その準備してる時に戦闘系のイケイケな曲を流したりすると、今日もね YouTube 回してなかったんだけど、メイクが40分ぐらいで終わったかな。ほんとそんな感じで、私音楽次第で結構生活の流れが変わってくるタイプなので、そうこのスピーカーは大事。多いんだけど、このメイクセットたちじゃらーん、3つに分けてあるってだけで、アイシャドウとかハイライトとか、これハゲ隠し、チークとか、あとベース系のものをここに詰めてます。でもう1個がリップだったり、そのペンシル系をまとめて、ガチャガチャするのがあんまりお好きじゃないので、私がこんな感じでまとめてます。あとはもうこんな感じでブラシがいっぱい入ってる。だいたい私はアンシブラシさんを愛用させていただいてます。あとホットビューラーとかミラーとか入れてます。で外出る時に必要なコスメを、必要なものだけを詰めて出れるように、こうやってミニ袋も持ち歩いてます。これはねもう完全にイベント用のアクセサリーを個別に私お家で管理してて、こうやって透明なケースに入れてこんな感じで管理してるので、こういうのを見繕って持ってきてます。衣装とかに合わせていろいろ考えてやってます。これはねヨギボーのこんな感じで使いやすい。これはねなんと私のマネージャーさんから周年のプレゼントでいただきました。ありがとうございます。とっても嬉しい。本当にずっと欲しくてずっと言ってたの。そしたらねなんとくれたんです。本日のイベントに持ってきた香水があります。これはね窃盗団の方からいただいたシャネルのガブリエル・シャネルフレグランスプライマーのやつです。これすごくいい匂い。これもファンにいただいたケースなんだけど、これがねちょうど入るのよ。こうやってピッて割れたくないから、こうやってちょっと入れてきました。ここら辺はもうねスキンケアとかボディケアのよいしょ大きい収納になります。
全部が全部絶対使うかって言われたら難しいところでもあるんですけど、例えばだけどこういうねビオデルマのミニボトルサイズ、これは化粧落としで、これで化粧落としてからシュウエムラのクリアユースラディアントクレンジングオイルってやつを持ってきました。これはね黄砂とかにいいらしくて、花粉とかそういうアレルギー系で肌が荒れやすい方におすすめのシリーズらしいので買ってみました。海外とか行くとやっぱ黄砂とか多くて、そこがちょっと気になるので海外はこのシリーズで、お家ではやっぱ茶色のオールマイティのやつ使ってますあとねヘアトリートメント、これはね友人にもらいました。ジョバンニ 2CHIC ハイシャインコンディショナー、磨きが欲しいすべての髪用ってやつです。多分ねコスメキッチンとかで売ってるの。これ多分ここがね不思議だと思う。白のハンドソープ、たまにそのハンドソープとかが固形の石鹸のホテルが結構あるんですよ。私その固形の石鹸があんま好きじゃなくて、そのハンドソープは持ち歩いてます。これはね洗顔です。ファミュバブルシンフォニームスウォッシュっていう洗顔を持ってきました。でこれが重要、私の今回の旅行でめちゃめちゃ気に入ったシャンプー&トリートメントですねのご紹介です。これがね本当に良くて、リファビューティックシャンプーとリファビューティックトリートメント、ちょっとお高いんですけど、このボトル感もいいし、なおかつめっちゃくちゃサラッサラになりました。匂いがちょっとねなんて言うんだろう、これサロンチック、その美容院の薬品っぽい匂いではあるんだけど、本当にこのシャントリがおすすめで、海外のメイクさんのヘアメイクはすごいそのスプレーを使う、バキバキにされちゃうことが多いので、そういう時にも結構活用できるものかなと思います。入れ物がある程度ちょっとおしとやか系というか静かめなのであれかもしれないんですけど、プレゼントとかにも全然おすすめな感じです。で入れ替えちゃってるんだけどイロハみたいなデリケートゾーン用のソープは絶対こうやって私は泡で出るように入れ替えて持ってきてます。でいうのも海外って場所によっては水質が結構微妙なところがあるので、デリケートな部分まで水をそのシャワーがっつり当てちゃうと免疫が下がったりとかいろいろしやすいので、こういうソープでさっと当ててあげて、でさっと流してあげるっていうケア、ほどほどのケアに しといて、ちゃんと日本に帰った時にケアしていければと思ってこういう風にしてます。やっぱりグラビアとかで海も入ってるよとかはしますし、ショーツとかも衣装とかだと布のやっぱ種類とか変わってきて荒れやすかったりもするので、そういう時にどうしても気分的にねしっかり洗いたくなっちゃうので、こういったものを使ってます。海外だからこそちょっとあっていいのかなって思う一品になってます。お風呂の前後に使うものになります。これはねもう完全にお風呂に出た後に使う子たち。これはねお母さんのボディクリームをちょっと盗んできました。なんかお手頃価格らしいです。ヨルミトータルレッグジェルボディ用マッサージクリームです。前の動画で紹介したボディクリームとかは容量が大きすぎるので持ってこれなかったっていうのがあるんですけど、これがねおすすめです。ボムバストクリームリッチピーチジョンさんのところのクリームです。バストに主に使うクリームになるんですけど、やっぱこれめっちゃおすすめ。その塗り心地もすっきりペタペタ しすぎない感じ、あと香りもねめっちゃ良くて香りわかんないと思うんだけどめっちゃ良くて、このクリームはおすすめです。
でなおかつね、これもういつも使ってるラテローズヘアオイル、ここは本当おすすめ。これはアウトバスでも使えるヘアオイルです。メイクの前に使う希少性がダルバのファーストスプレーセラムで、それとなんかメイク前に使ってるのがメディキューブのこういう美顔器で電気を当てます。こんな感じでつーくん朝ね、本当時間お風呂入ってる時間ないとか、ボディにも全然私は使っちゃうんですけど、ないとかそういう時とかは本当むくみにいいというか、こういう鎖骨に当てて血流をどんどん流してあげるのも手なので、そういう感じで使ってます。メイク関連で言うとこれね、名前がわかんない。フィックスさん、これはメイク終わった全部本当の最後の時につけるフィニッシュスプレーになります。やっぱり持ちが良くてカピカピにもならないし、変なテカテカも出てこないで、上からメイク直す時もそこまで邪魔しない感があって、ナチュラルに顔のメイクのノリを守ってくれる感じがあるので私は好きです。でこれがね、チャプター8のこれはS1 の榊原萌さんにプレゼントでいただきまして、ボディオイルなんですけど、本当にこのキラキラと香りがねめちゃくちゃ良くて、今回香港でもドレス衣装があった時にここにキラキラさせて、香水をつけずにこれだけでいけました。自然にナチュラルに香ってくれるのが結構私は好きでしたね。あとね、ほんと細かい小物たちのやつになります。マスクだったり、さっきも見せたこのメグリズムだったりとか、こういうパック、フェイスパックだったり詰め替えちゃってるんだけど、デコルテの乳液、あとランコムさんの化粧水を詰め替えて持ってきてます。これはね、アイクローゼットのクリアベージュのコンタクト2数分持ってきてたりとか、あとほんとニキビの薬、韓国の薬局で買ったニキビの薬たち、こんなにいるかやと思うんだけど、ニキビ跡とかにも効く薬たちがいっぱいあって、こんな感じで持ち歩いてます。あとね、まつげ美容液、湘南の風じゃなくてなんだっけ、湘南美容さんから出てる湘南美容まつげ美容液プレミアムってやつと、ラッシュアディクト、サロンとかで買えるやつですね。これ変容してます。あとランコムの導入美容液のサンプルがちょうどねいいサイズだったので持ってきました。あとね、最近ね、その薬用 VA セラム美容液ユースのところの美容液もちょいちょい使ってます。これはね、推しがアンバサダーをやっててゲットしました。海外とかだとその荷物の中に大きい刃物は入れられないので、こういう I 字のカミソリで眉毛整えたりとか、ボディのケアもやっていってます。こんな感じかな、小物の入れ物たちは。でこれは移動の時のイヤホン。なんかね、最初はAirPods 使ってたんですけど、 AirPods ね、気圧によって耳が痛くなっちゃったりとかしてて、であと充電がやっぱその長期だと持たないっていうところからヘッドホンに変更しました。これはもともと持ってて、私ね坊主派なの。なんかそのスピーカーも坊主だしね、結構好きなんですよね。あとこれがもうプライベートとかでも持ち歩いてるようなものになるんだけど、私の本当の必需品、しみとりさんです。私ね、ご飯の時にエプロンもし忘れるし、もう箸も踊るし、まともにねご飯食べれないの。だからちょっと危ないからね持ってます。あとこれはファンの方にいただきました。リファのねブラシ。今回ねブラシはこれだけで済んでます。こっちがお風呂上がりとかも使えるよ。でこっちがやっぱその日中使えてて、これ1本で片付くのがまたいいですよね。あとこれも
そのファンの方にいただいたやつなんだけど、ペットボトルとかにつけれるこういうチャーム、これはね月島さん配給の月島系のチャームです。嬉しいこういうの。あとねもうこういうミーティア、やっぱその人と喋るタイミングもあるので息のケア気をつけてます。これはね結構もうほんと絶対必需品って感じのやつになります。くらいかなといったところで結構でかいんだよね。やっぱ海外の長期旅行行けば行くほど荷物は増えていく。どうしてもなんかあれがあったらっていうその悔しさがやっぱ増えれば増えるほど学習してって増えていくなって感じだから、今回も行きだけで24キロとかあったのかな。そうだそうだ、私といえばこれは全然その無印のケースにこれコットンと綿棒とか入れてます。でこれねそのフェイスタオル、こういうタオルっていうかフェイスペーパーも毎回1個持ってきて、だいたいね帰る頃に捨てれるくらいにはなってるんで、そんな感じで使ってます。そんなもんかな。これから軽く詰めていくか、でも明日にしようかな。まだメイクも落とさないといけないし。キャリーケースの紹介をしますね。はい、こんな感じのトランク型っていうのかな、厚みも結構あってこんな感じのトランクに詰め込みます。そう、お靴はこんな感じ。ヒールがやっぱそのオフ会とイベントでまた別のヒールだったので計4足持ってきました。であとお着替えと下着とかそういうものを包んだやつでなわけで、これに詰めて日本へいざ帰ろうと思います。めっちゃ良くて香りわかんないと思うんだけど、人間だもの洋服ぐらい着ますよ。おやすみなさい。